こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ようやくジエンド駅が近づいてきました。緊張が走ります。行くと決めてから長かったわね。前回は、闇の村からピラミッド外部まで地下通路を掘り、色々取引しました。50個のエメラルド鉱石を残しつつ、レベル4ビーコン用のブロックを揃えられたのは良かったです。意外と黒曜石を掘りに行くタイミングとしては、適切だったかもしれません。もっと後回しにすれば掘る数を少なくできていたんじゃないの？あまり少ないと味気ないじゃないですか。で、防具の方は、最強装備のままで十分でしょう。奈落行きのリスクを高めたいのね。正直、奈落に落ちるのは操作ミスなどの万に一つです。ならばここは一層スリルを味わうべきと判断しました。さらに万に一つの可能性も、エンダーパール11個を抱えて極力減らします。まあとっさに投げれたらの話よね。で、地図をひっぺがして準備完了。では早速、エンドポータルに向かいます。まあまた忘れ物取りにすぐ戻ってくるんだけどね。さて1分ほどピラミッド脇を走ったところでお腹が減って、これは不思議なのですが、過去の経験上、ステーキを食している時にふと思い出すことがたまにあります。よく噛むことで脳が活性化するのでしょうか。飲み込むように食べているじゃないの。で、拠点にトンボ返りしてチェストを漁りまくって、ようやく肝心のカボチャを見つけました。カボチャはすでに次の建築材として確保していたので、建築材予備のチェストに移し替えていたんです。さて改めて再出発となりますが、ジエンドからはピラミッド拠点に直で戻りたいので、移動中にベッドを使わないようにしたいです。ちなみにエンドポータルは、この小山の向こうにあることは覚えています。そこそこの距離があるわね。なのでちょっと焦り気味だったんです。すでにお気づきの方もおられるかと思いますが、これが完全に無駄足だったことに気づいたのは数分後のことになります。うおー、久々にラグさんがきついです。そして、太陽が沈んでくる間際にエンドポータルの入り口にたどり着きました。で、ほどなくして、本棚採掘跡地のすぐ脇の、エンドポータルの部屋にやってこれて、ようやく一息かと思ったところです。最近では最も精神ダメージが大きい忘れ物ね。ほんと、記憶に頼るべきではなかったです。この後過去のプレイデータを見直したら、ジエンドには2箇所目に見つけた要塞から出向いていました。しかも2箇所目の要塞がピラミッド拠点から近いと喜んでいたんですよね。プレイデータを見たら思い出しました。というわけで、力尽きたところからのゲーム再開です。まあ無駄になったのは往復10分少々というところよ。いえ、帰りがけは使い果たしたサトウキビを回収しつつなので、無駄にはなっていません。サトウキビなら拠点で育てているでしょうに。ならばだいぶ減ってきた牛肉を回収しつつなので、無駄にはなっていません。八つ当たりしたいだけじゃないの？さらにはこの縮尺の地図をしばらく更新してなかったので、無駄にはなっていません。もうピラミッド近いのに、更新されていないようよ。どうもここまで来てもなお、ピラミッドがほんの外側しか表示されてくれません。ひょっとして、等間隔に積んだ透過ブロックの表示が優先されているのでしょうか。で、まあ試しにと、ピラミッドをどんどん登って地図を確かめようとしたら、うわぁ、ちょっと勘弁してほしいです。黒い影からは逃げられない運命なのね。一体、なんでしょうかこれ。このピラミッド構造では必ず現れる謎の仕様なのでしょうか。単にセーブデータに深く刻み込まれた呪いじゃないかしらね。さて拠点に戻ってアイテム整理を終えました。今度こそジエンドに向かいます。で、2箇所目のジエンドポータルは湖のほとりなので、地図は持ち運ぶ必要はなさそうです。
拠点から70秒も東北東に走ると、あっさりと入り口を見つけました。やっぱり近いわね。まあ近すぎるのも問題なんです。至極あっさり見つけたせいで印象が薄かったのでしょう。私の長期記憶から消え去っていても無理はなかったんですよ。一体何を言っているのよ。さて3分ほどで、本棚採掘跡地を見つけました。さらに2分ほどで、前に取りそびれていたお宝を発見。すぐ近くまで探索してたのに取りそびれたのね。鉄の希少価値が上がっているので鉄美味しいです。で、なんだか向こうに廃坑があるような。以前探索した時に見つけてたものでしょうか。松明が残ってるところ、再発見のようね。いずれ雲の糸やレールを回収する際、役に立ちそうです。で、エンドポータルはどこなのでしょうか。まだ探してたんだ。結局10分少々かけて、ようやくエンドポータルの部屋を再発見です。あらかじめ松明が置かれていると、どこを探索したかよくわからなくなるんですよね。部屋までのルートを目印つけておくべきだったわね。さて、有言実行で、ビーコンともども奈落落下のリスクを負うことにします。エンダーチェストにしまったままエンダーパールを投げるのは邪道です。ひょっとして、奈落に落ちることを期待していたりしない？極力落ちないように細心の注意を払いますが、まあ落ちた時は落ちた時です。さて、エンダーパールの一頭に、ビーコンと164個の鉱石ブロック、最強装備と効率強化5のツルハシをかける準備が整いました。うおー生きてる。クリアです。これ、よほどのことがないと落ちなかったわね。まあエンダーマンがポータル出口の黒曜石の上にワープしてきて、焦らない限りは、大丈夫だと踏んでいました。さて、ここからが本番です。実は長年マイクラをプレイしていて、未だにエンダークリスタルなるものを、間近で眺めたことがなかったりするんです。で、せっかく黒曜石をサクサク掘れるこの状況で、クリスタルをまじまじ見てみたいんですよね。つまり、弓が下手なおかげでクリスタルが残っているはずなのね。で、ひとまずクリスタルが見当たらないので、ポータルすぐ横にそびえ立つこの黒曜石の塔に登って眺めようと思います。164個の鉱石ブロックは3分ほどで組み立て完了です。ちょうどラーメンが出来上がる頃合いね。で、そういえばこれでビーコン実績が解除となります。今残っているのは、オーバーキルにダイヤの贈呈。少し下にあるポーション作成と、その右の冒険の時間。そして、ウィザーはすでに討伐済みなので、レベル4ビーコン実績の5種類です。なお前作の高さ縛りの時は、比較関数と同時にビーコン実績を解除するように調整していました。なので事実上、レベル4ビーコン禁止縛りだったわけです。まあそういうことになるかしらね。実のところこの企画は、レベル4ビーコンのまともな活用を念頭に置いておりました。これでようやく本稼働と相なります。随分遅れたけどね。さて、それでは黒曜石採掘にかかります。やっぱりダイヤで起動するのね。別にこだわりがあったというわけでもなく、ダイヤが一番もったいなくないんですよ。少なくとも今は、羊毛狩りのハサミで消費する鉄より価値が低いです。なお必要な黒曜石の数は540個、だいたい8スタック半というところです。ビーコンなしで、エンチャントなしのダイヤツルハシを使えば、黒曜石一つにつき 9.7 秒で、目安で1時間半となりますが、最大限採掘強化している今の状況では、黒曜石540個というのは20分切る程度の作業量です。つまり、色々遊んでいる余裕があるってことね。そして、4分ほど螺旋階段上に掘り登って、塔のてっぺんをぶち抜いたところで、キリがいいので今回はここまでとなります。お、あれはエンダークリスタルの生き残りでしょうか。ちょっとエンダーパール投げて飛び移ってみない？却下します。というか落下します。さてプレイの方はこの後、
黒曜石を掘り終わるところまで進めていますので、次回は建築にかかる予定です。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。